ー研究同好会の成田藤江です。今回はアルビオンエクシアラスティングコンシーラーのレビューをします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。前回の動画では色選びの参考として他社製品との色の比較を行いました。まだご覧になっていない方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。この後、前回の動画と同じ内容の商品説明をお届けします。すでにご覧いただいている方は1分30秒までスキップしてご視聴ください。アルビオンラスティングコンシーラー C15g 税込6600円。薄いフィルム膜でハイカバー&キープ。シミを徹底的に隠すクリームタイプのコンシーラーです。シミやそばかすなどのあらゆる色ムラをカバーして肌色を均一に整え、美しく仕上げる部分用ファンデーション。肌と一体化する優れた密着力で徹底したカバー効果をもたらします。よれたりずれたりせず、つけたままの美しさが長時間続きます。SPF15 PA3+、UV 耐水性は星1つ。お色は2色展開です。今回レビューするのは01番です。スキンケアをして日焼け止め下地とプライマーを塗った状態です。お顔全体にはコルビスリンクルブライト UV プロテクターを塗っています。 T ゾーンには式のホワイトスキンベールを塗っています。この商品はパッケージがリニューアルしています。これは旧パッケージになります。私の年齢は50歳です。肌質は乾燥肌よりの混合肌。皮膚は薄めで肌の色は標準よりやや明るめです。パーソナルカラーはスプリングです。指に出して塗ってみます。ほのかにお花のようないい香りがします。優しい香りです。まずは一番大きなここのシミに塗ってみます。置いただけだとすごく綺麗にカバーされてます。指でぼかしてみましょう。結構綺麗に隠れてます。ちょっとグレーに浮き出てきてるかな。もう少し量を足してブラシでぼかしてみます。ブラシは資生堂のファンデーションブラシです。手の甲にちょっと取ってみてブラシでのせてみます。ちょっと薄いかな。もうちょっと量を足してみます。自然な感じでカバーできるかもしれません。次はパレットナイフで塗ってみます。ちょっと量が多いかな。ここら辺のシミに塗ってみます。カメラ越しに見ると塗るのが難しいですね。ちょっと濃いかな。濃いですね。パレットナイフで量を多めに取って塗ってブラシでぼかしたものはとっても綺麗にカバーができています。この辺りの濃いシミ、指でコンシーラーを塗ってブラシでぼかしました。少しグレーに浮き上がってきています。こちらのシミは先ほどのここのシミよりも濃いのでグレーに浮き出てきてしまったのかもしれません。あとコンシーラーの量もこちらの方が薄いと思います。一度手の甲にコンシーラーを取ってブラシを使ってなじませたものはこの辺り。自然にうっすらカバーされているっていう感じですね。私のシミは濃いのでちょっとこのカバーだと物足りないかなという気がしますが、乾パンとか薄いシミであればこのカバーの仕方でも綺麗なのかもしれません。カバーしていない方と比較するとこのような感じです。
適度なツヤがあり、上品な仕上がりです。乾燥は感じません。肌にしっとりと馴染むような感じです。店頭で色を見ていただいて、こちらの01番にしたんですが、地肌と比べると少しだけ明るいかなという気がします。ラグジュアリーな価格帯だけあって、やはりプチプラコンシーラーとは仕上がりが違うような気がします。動画だと少し分かりにくいんですけど、肉眼だと肌がすごい綺麗に見えるんですよね。このパレットナイフを使ってコンシーラーの量を多めでカバーした部分が綺麗だったので、この左側はその方法でカバーしてみようと思います。ちょっと量の調整が難しいですね。私はシミが多いので全体的に伸ばしてみました。ほぼファンデーションっていうぐらいの量を塗ってしまいました。ブラシでぼかします。横にスライドさせないように上からトントンと優しくなじませていきます。柔らかいテクスチャーなんですけど、結構時間が経つとピタッと定着するような感じがあります。乾いたところは伸ばすのに少し時間がかかります。ということは擦れにも強いかもしれませんね。ここもパレットナイフでちょっと追加で塗ってみようと思います。綺麗にカバーできました。少しここのシミがグレーに浮き上がってきている感じがしますね。パレットナイフに少しだけ取ってブラシでのせてみます。どうでしょう。はい、コンシーラー塗り終わりました。結構がっつりたっぷりコンシーラーを使ってカバーしました。でも嫌な厚塗り感はありません。隙のない上品な仕上がりですね。少し仕上がりの具合はクレドポーに似ているような感じもします。ツヤツヤではなくセミツヤという感じでしょうか。マットではないですね。マットじゃないのにここまでカバーしてくれるっていうのはとってもありがたいです。カバー力はかなり高いとは思うんですが、私の濃いシミだとこの辺り、この点々とした濃いシミ、あとこの下の辺りの濃いシミが少しグレーに浮いてきています。アンダーカラーでオレンジ系、赤み系を少し足したら綺麗に隠れるかなという気がします。動画だと少し伝わりにくいと思うんですけど、実際に肉眼で見ると本当に肌が綺麗に見えるんですよね。特にこの辺りとかはすごく肌が綺麗に見える感じがします。なんだろう、陶器肌っていう感じなのかな。本当に綺麗に見えます。このカバー力でこの綺麗さ、これはかなり気に入りました。コンシーラーを塗っていない小鼻や口の周りなど、あとこの目のあたりですね、ここにちょっと色の差がやはり出てしまっているので、ここに薄くファンデーションを塗って色を調整しようと思います。ファンデーションはクレドポーボーテのタンフリュイドエクラナチュレルのピンクオークル10を使っています。ファンデーションは指塗りしちゃいます。量は本当に少し。このファンデーション、小鼻の毛穴落ちがしづらいんですよね。なのでいつも愛用しています。あとちょっとこの辺りを塗っていきます。ブラシでなじませていきます。はい、これで色ムラも整ったんじゃないでしょうか。でもこの辺りですかね、この辺とか
少しファンデーションのせてブラシしたところが剥げちゃったかもしれません。この辺りも少し剥げちゃってますね。ファンデーションの後にコンシーラーの方がいいかもしれません。擦れに強そうって思ったんだけど、ブラシで少し剥げてしまうってことはそんなに強くはないんですかね。時間検証は後日改めてやってみたいと思います。はい、というわけで先ほど撮影した人は別の日になります。メイクアップが完全に仕上がった状態です。メイクの手順を口頭でお伝えします。まずは UV 下地オルビスリンクルブライト UV プロテクター、こちらをお顔全体に塗ってあります。次はリキッドファンデーションクレドポーボーテタンフリュイドエクラナチュレルのピンクオークル10を塗りました。このファンデーションを毛穴が気になる小鼻、くすみが気になる口周りと目周り、おでこに少しだけ指で塗ってからファンデーションブラシでポンポンとなじませました。そしてエクシアのラスティングコンシーラー01番、このクリームコンシーラーをこちらのパレットナイフに出して伸ばしてからファンデーションブラシでポンポンポンとなじませました。ここまでは先ほどのカバーメイクを踏襲したものになるんですが、少しプラスしました。うっすらグレーに浮き上がってきてしまった濃いめのシミのところに手の甲にコンシーラーを少量出して、この資生堂のコンシーラーブラシ、こちらでこのコンシーラーをトントンと取ってピンポイントで気になるシミの部分にポンポンポンとのせました。こんな感じで本当にうっすら取ってポンポンとのせたんですが、それだけで結構綺麗にグレーのシミがカバーできました。私は T ゾーンがかなりテカるのでリムビューティーのキープコンフィデンスパウダー、こちらのパウダーを T ゾーンにだけ塗っています。なのでこのシミの部分は UV 下地とコンシーラーだけ塗ってあります。ファンデーションは塗っていません。近づいてみるとこのような見え方です。少し離れてみるとこのような見え方です。それではこのまま時間を置いて様子を見てみようと思います。それでは後ほど。はい、だいたい8時間が経過しました。今日の気温は Yahoo の天気アプリで最高気温29度、最低気温が20度でした。湿度は1日を通して 50% 後半から 60% ぐらいでした。私は今日一日室内で YouTube の撮影と家事をしていました。では早速コンシーラーの持久力を見てみましょう。少しうっすらシミが浮き上がってきたかなっていう気もするけれど、ほとんどカバーされていて最初の状況からあまり変化がないように感じます。照明を当てているせいで綺麗に見えるというのもありますが、でもかなり綺麗な状態を保っていると思います。この目尻のシワに溜まっている様子もなく綺麗です。私はいつもどのコンシーラーを使っても最終的にはテカることが多いんですが、今回のこのコンシーラーに関しては割とマットな状態を保っています。この辺光の玉があるのは照明をつけているからですね。結構この辺綺麗なマットな感じのままです。もっとツヤ出るかなと思ったのでちょっと意外でした。こういった濃いシミをカバーしたくてコンシーラーの量を多く塗ってしまうと時間が経った時に茶色っぽく黒っぽく色が変化してしまうことがあるんですが、このコンシーラーに関してはそういった嫌な色の変化はありません。メイク直しをする必要がなさそうです。アルビオンエクシアラスティングコンシーラー C のレビューのまとめをします。
チューブタイプのコンシーラーは正直少し使いにくいです。でも衛生面に関しては安心感があります。とても柔らかくて伸びが良いので、その点ではすごく使いやすいと感じました。塗りたての時はスルスルっと伸びがいいのですが、乾くと固定されて伸ばしにくくなるので、その点少し注意が必要です。こちらのコンシーラー、ほんのり香りがついています。私は割と好きな香りでしたが、もしかしたら好みが分かれるかもしれません。マットすぎずややツヤがある仕上がりです。セミマット、セミツヤといったところでしょうか。すごく品のある仕上がりです。肌にしっとりなじんで肌が綺麗に見える気がします。乾燥するという感じは全くありませんでした。少し多めに塗っても厚塗り感が出ませんでした。隙のない肌の仕上がりの雰囲気は私がお気に入りのクレドポーボーテのコンシーラーに似ているような気がします。カバー力についてです。カバー力はかなり高いと感じました。でも私のシミはかなり濃いのでピンポイントでの重ね塗りが必要でした。時間経過後の様子についてです。かなりの持久力がありました。うっすらシミが浮かんできたかなという感じもありましたが、目尻の小じわにたまることもなく、メイク直しをしなくても十分綺麗な状態を保っていました。ツヤが出るというわけでもなく、本当に仕上げた時の状態を保っているっていう感じです。時間が経つと黒っぽく茶色っぽく色が変化してしまうコンシーラーもあるんですが、こちらに関してはそういう気になる色の変化はありませんでした。コスパについてです。6600円は正直高額だと思うんですが、15g とたっぷり入っていて伸びも良いので、かなり長く使えるんじゃないかなと思います。長く使えると考えるとコスパはいいんじゃないかなと思います。あとこのチューブ式っていうのも長く使うことを考えると衛生面でも安心感があります。アルビオンエクシアラスティングコンシーラーのレビューはいかがだったでしょうか。カバー力が高いコンシーラーはマットなものが多く乾燥した感じになり、年齢よりも少し上に見えてしまうということもありますが、こちらのコンシーラーはそういったことがなく肌をきれいに見せてくれるので非常に気に入りました。私はここぞという時のお出かけの時は A.Q のクリームコンシーラーとクレドポーのスティックコンシーラーをダブル使いしているんですが、今後はもしかしたら A.Q よりもシアの方が出番が多くなるような、そんな気がしています。というのもこちらの A.Q のクリームコンシーラーは擦れにすごく強いので、マスクの時などはもうこれがないとダメっていうぐらい気に入っていたんですけれども、擦れたり時間が経ったりすると少し茶色く残るんですよね。その点このエクシアの方は A.Q に比べると茶色っぽさ、黒っぽさが残りにくいような気がしたんです。この国産デパコスクリームコンシーラー対決レビューもいつか作ってみたいなと思っています。ですのでどのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。いいねやコメントもお待ちしています。私実はすっごいおしゃべりなので、コメント欄で皆さんとおしゃべりするのがすごい楽しいです。気軽に何でも書き込んでみてくださいね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。おまけのコーナーです。私が買って良かったコスメ関連のものをご紹介します。今回はこちら、資生堂のブラシクリーナーです。私はシミカバーメイクをするとき、この平らなブラシを使っています。というわけで毎日このブラシを使用しているんですが、日々のブラシのケアに少し悩んでいました。使い終わるたびに洗うのは面倒だし、ブラシ自体も傷んでしまいそうだなと思って、ティッシュで
コンシーラーの汚れを落としていたんですが、どうもそれだけだとすっきり取れた気がしなかったんですよね。その時にこのブラシクリーナーの存在を知りました。ティッシュにスプレーをシュッとして、そのティッシュでブラシの汚れを落とします。乾いたティッシュだけでは落ちない汚れも結構きれいに落ちます。こちらの商品は普通にアルコールの香りがするんですが、クレドポーの商品は確かほんのりいい香りがしたような気がします。あとはディオールとかイプサにも同じような商品があったと思います。Amazon で探したらプチプラ商品もありました。皆さんも他におすすめのブラシのケア方法などありましたら教えてくださいね。それではまたね。